この如来寿量本の最後の部分にも深く関わってきます。さて、仏は常住不滅であるということが示されました。ここでちょっと待てよ。ここまで法華経では釈尊滅後の愚教に関して説法が展開されていたじゃないか。今不滅と説くなら、なぜ釈尊は入滅するとおっしゃってきたのかと思った方、鋭いですね。釈尊はここからその疑問に対して答えを示してくださいます。次のように仰せなんですね。仏は巧みな教化の方法を用いて多くの生きる者たちを教え導くのである。なぜかといえば、もし仏が長く世にとどまるならば、福徳が薄い者たちは善根を積もうとせず、その結果迷い苦しんでしまうであろう。もし仏が常に世の中にあって入滅することはないと思った途端、彼らはおごり高ぶって気ままになり、怠ける心を起こしてしまい、仏に出会うことは難しいと思うことや、仏を慎み敬う心は生じることはないであろうと。それゆえ仏は巧みな教化の方法を用いて、小仏修正難か地遇、多くの仏が世に出現されるのに出会うことは難しいんだと説くのであると。こう仰せなんですね。つまり人々は仏様がいつもいらっしゃると思うと修行をする心も起こさないし、怠ける心ばかりになってしまう。だから方便として入滅する姿を示し、人々を目覚めさせるんだということです。失って初めて気づく。人間の愚かさがよくわかっている仏様ならではの教化の方法、お振る舞いだなと思います。さらにここから比喩をもって仏がなぜ入滅の姿を示すのか、その意義が示されます。それが良医の例えです。この例えは次のような内容です。例えば賢くて道理に通じ、薬の調合をよく心得、多くの病気を治す医者がいた。その人にはたくさんの子供がいて、その数は10人、20人、あるいは100人に及んだ。ある時、父である医師は遠くの国へ出かけた。子供たちは父がいない間に間違えて毒薬を飲み、地面を転げ回ってしまう。そこに父が帰ってきた。子供たちは毒薬のせいで、悪質発疹、悪不失者、すっかり本心を失ってしまった子もいれば、失わなかった子もいた。しかし、父が戻ってきたのを心から喜び、子供たちは次のように言った。よくご無事でお戻りになられました。私たちは愚かにも誤って毒薬を飲んでしまいました。どうぞお願いします。治療をして命を助けてください。父である医師は急いで、グーコー薬草色香ミーミー、色も香りも優れた薬草を用意して、素晴らしい薬を作り出した。この非常に優れた薬は色も香りもよく、あらゆる効能が備わっている。そなたたちは、これを飲みなさい。そうすればすぐに苦しみや悩みは消えて、多くの煩いもなくなるだろうと。こう子供たちに声をかけるわけです。多くの子供たちの中で、本心を失わなかった子供たちは、素直に薬を飲み、すっかり回復しました。ところが、本心を失ってしまった子供たちは、気が動転しているのか、薬を飲もうとしないんです。小医者が毒気人入疾亡進行。なぜかといえば、毒気が深く入り込んで、本心を失ってしまったからなのだと。このままでは子供たちは死んでしまう。そこで父は一計を案じるんです。父は子供たちにこのように語りかけます。よく聞きなさい。私はもう先は長くない。でも安心しなさい。ここに素晴らしい薬を置いていく。これを飲むんだぞと。父はそう子供たちに伝えて他国に旅立っていきます。そして父は剣士元号、その他国から死者を使わして子供たちに父は死んだと告げさせるわけです。本心を失った子供たちは父が死んだと聞いて嘆き悲しみます。そして次のように思いました。父がいればこんな私たちをよく守ってくれたに違いない。今私たちから遠く離れ亡くなってしまわれた。自由功労ムーブー自ー功。改めて考えてみると自分たちは孤児であり、頼りとする人はもう誰もいなくなってしまったと。こうして本心を失った子供たちは、
上映悲観心髄称号と常に悲しみの気持ちを抱き、繰り返し嘆き悲しんでいるうちに、いつしか本心がついによみがえったと。そして薬の色も香りも味も素晴らしいことに気づき、それを取って飲んだところ、毒の病はすべて完治した。父は子供たちが元気になったと聞いて間もなく家に戻り、子供たちと再会したのであると。両位の例えはこのような比喩なんですね。そして釈尊は次のように聴衆に聞きます。この父の行ったことは子供たちを騙したことになるであろうか。菩薩たちは答えます。いいえ、誰も騙したという人はいません。そうですね。誰もこの話を聞いて父が嘘をついたと責める人はいないでしょう。仏様も父のように衆生のことを思って仮に入滅する姿を示すわけです。なぜなら衆生が成仏の道を歩もうとしないからですね。この両位の例えでは私たち衆生は質本心の子供たちに例えられています。薬を飲もうとしなかった子供たちです。もう合点がいくと思います。世間にある楽しいこと、映画が見たい、お酒が飲みたい、うまいものが食べたい、遊びたい、ゲームがしたい、趣味を楽しみたい、忙しい、時間がない、いろいろと理由をつけては私たちは浄土の道を歩もうとはしないわけです。本当に大切なことを見失ってしまっているわけですね。そういった中で浄土の道が示されていることに気づけた人はどうか。それは子供たちが父を失って自分たちは一りぼっちになってしまったということに気づいたように、大切なことを失った悲しみを見つめることになります。それが上映悲観ですね。そして初めて私たちは浄土の道を歩もうとし始めるわけです。そういう意味では悲しいことを経験するということはとても辛いことですが、しかし世の中には悲しいことがあるということを知っているということは人生においてとても大事なことだろうと思います。上映悲観心髄称号、常に悲観を抱いて、しかしそれこそが本心を取り戻すチャンスなのかもしれません。さて、ここまでの説法をここから下をもって釈尊は説いていくんですね。それが有名な自我下になります。と、その前に、そういえばこの如来寿量本、もう後半も後半なんですが、十一遊十本で登場した自由の菩薩たちのことが全然触れられていませんね。大事な登場人物なのに随分とほったらかしな気がします。でもちゃんと出てきているんです。気づいた方はいらっしゃるでしょうか。それがこの見思言語です。つまり父が他国にて亡くなったことを伝える大事な役割を果たした見思言語の使いのことですね。これから釈尊が入滅した後に仏の言葉を伝える大事な役割を果たす。それが見思言語。これこそが自由の菩薩になります。本当にちらりとしか出てきませんが、この人たちがいなければ、この本心を失った子供たちは薬を飲むことはできない。父の言葉を聞いて薬を飲むことはできなかったわけですから、この見思言語がいるかいないかっていうのは非常に重大で、だからこそこの見思言語の役割を果たす人たちが、これが自由の菩薩であるということになるわけです。では自我下に入ります。自我下は自我徳仏来、自我徳仏来から始まることから自我下と呼ばれています。この自我下はとても短い下問になるんですけども、寿量本の内容がすっぽり収まっていますし、またさらに大事なことが示されていきますから、昔から大変に大切に読まれてきたお経文になります。自我徳仏来、私が仏になってからこれまで経過してきたところの功は、無量百千万の臭いアーソーギーコーという計り知れない年数であると。その間、あまたの衆生を導いてきた。異道修上公、方便元年半、二実風滅道、上十字説法と、多くの生きる者たちに悟りを得させるために、方便、巧みな教家の方法を用いて入滅の姿を示してきたが、本当は入滅せずに常にこの世にあって、法を説いていると。仮に入滅したとしても、仏と法は滅することなく、私たちを常に導いてくださっているわけですね。
さらに続きます。衆生は仏が入滅したことを知って憐憫する心を起こし、七時期意入難、一心欲見物、不磁石神妙、素直にして心が柔らかになり、なんとか仏様を拝見したいと熱望して、自らの神妙も惜しまないようになる。それゆえ必ず衆生は仏にまみえることができるであろうと、こう説かれるんですね。さらに仏は、常在領寿戦、牛陽小十小と、常に領寿戦や様々な場所で説法をしてくれている。たとえ世の中が乱れる時代になっても、ガーシー道安穏、天人上十万と、私、釈尊がいるこの国土は平穏であり、天外や人外の人々が常に満ち溢れていると、こう示されるんですね。ここで大事なのは、この法華経で説く浄土が、仏様が法華経を説くその場所であり、それは遠くのどこかではなく、私たちが生きているこの世界のことを示しているということです。法華経を信ずることで、今世を浄土にできると。ガーシー道安穏、今世が浄土になるという、そういう教えなんですね。で、これが法華経が現実肯定の教えであると言われる一つの理由です。私たちはどんなに苦しくても、今自分がいるこの世界を否定してしまっては生きていくことはできません。もちろん否定したくなる気持ちはわかります。辛い現実なら見ない方がいい。しかしそれでもあなたが生きているこの世界をあなたが否定してしまったら、あなた自身も否定してしまうことになってしまう。だからこそ法華経は今この世界に浄土を見ていこうとするわけですね。それは決して簡単なことではない。しかしそれでも今を生きる私たちのために法華経は今世に浄土を感じさせてくれるわけです。地上げは続きます。衆生の中には心が素直な者もいれば素直でない者もいる。そういう様々な衆生のために仏様は時に不滅の姿や入滅をする姿を示すのだと。仏の知恵は栄光小無量、知恵の光が照らし出すところは計り知れない。知恵ある者たちよ、疑いの心を捨てなさい。仏の言葉に嘘偽りはないんだと。それは父の意志が巧みな教家の手立てを用いて、毒に侵されて本心を失った子供たちを治療するために、生きているのに父は死んでしまったと告げたことが決して嘘ではないのと同じことであると。私はこの世の父である。衆生のために実在に言滅、本当は存在しているものを入滅したというのであると。そして如来寿量本は最後、次のように締めくくられます。毎時さ税年、いが領衆生、特入無常道、即成受仏心と。私はいつもこのように思っている。どのようにして多くの生きる者たちを仏道、無常道に導き、直ちに仏心を得させようかと。以上が如来寿量本の内容になります。最後に示されたこの五問に仏様の慈悲が見事に現れていると思います。仏様は常に私たちのことを思ってくれています。速やかに仏心を得ることを、できる限り早く成仏してくれることをいつも思ってくれているわけです。私たちがどんなに言うことを聞かず、あっちを向きこっちを向いて、世の中のちょっとした楽しみに自分の気を紛らわし、悲しみを悲しみとして受け止めようとせず、そんな生き方を毎日毎日繰り返している私たちです。放っておかれても仕方ないと思います。でも仏様はそんな私たちのことを常に思ってくれているんですね。こんなに心強くてありがたいことはないと思います。そしてここでも示されました。やはり法華経は私たちに仏になるということをもう一度気づかせてくれる教えだということです。ただ仏様にすがりなさいという教えではなくて、私たち一人一人が仏心を得ることを思っている。仏様は私たち一人一人が仏心を得ることを思っているんだと。このことがこの法華経の寛容の部分になりますし、仏教の真髄であると思います。そういう意味でも法華経は仏様の有り余る慈悲が示され、
また主情にもう一度仏になるんだっていうことを気づかせる役割を持つ、諸教の王と呼ばれるゆえんであろうと思います。この法華経の話では、この如来寿量本の末文を紹介したいと思って始めたようなところがありますので、今回紹介ができて本当に私としても本望です。もちろん最後までちゃんとお話を続けていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。しかしこの部分、毎時サーゼーネンイーガー領修上特入無常道即上呪仏心と、このお経文には本当に深い意味と我々に対する慈悲がしっかりと表されているなと、これを紹介できて私も本当に良かったなというふうに思っております。では次回は分別功読本です。本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。